さあ始まりました DIY の時間です。今回の DIY は土間からフローリング捨て張りフローリング編。今土間からフローリングに変えていってるんですけども、まず前回の動画でね、この床組みをやってきました。で、次にですね、今回の動画では捨て張りを貼ってフローリングを貼っていきます。では早速やっていきます。木材の時ね、この隙間を開けてたんですね。この付け合わせのところとかこのまま捨て張り貼ってフローリング貼ろうかと思ったんですけど、やっぱりですね、断熱入れることにします。使うのはこの 30mm のスタイロフォームで、ここが土間で、これが断熱材の上の面になるんですけど、この上に気密シートが来て、捨て張りが来て床になっていくんですけど、この、土間を触るとやっぱひんやりしてるんですよね。このひんやりをこの床上に伝えなくする役割をするのがこの断熱材になります。この WZ ピンで受けていきます。この真ん中でよいしょ、こういう風に折って2つに分けます。最初は軽く水をつけるような感じで折って出来上がりです。でこれを間にちょろっとはめて、入りづらいところは叩きながら入れていきます。この隙間強化で養生テープを入れていってます。でこれ気密テープという専門のねテープもあるんですけど、今回はコスト削減と、あとこの床下が土間なので、そこまで隙間風があると、この下が床下とかだったらね、もっともっとこの気密テープとか使った方がいいと思うんですけども、緩めの気密でいいかなという感じです。で隙間が少し強化されますので、これでどんどん貼り進めていきます。これ断熱あるあるなんですけど、ね、この上を踏まないと、これ踏むとね、確実にズボッと抜けますんで、悲しみしか生まれないです。これは歩く時は必ずこの値段の上をこう歩いていくような感じで移動するのがいいと思います。それでは次にこの気密防水シートを貼っていきます。この際の部分ですね、ここは気密防水シートで貼っていきます。それでは次に捨て張りを貼っていきます。コンパネを全部貼ってしまうとこの根太の位置が見えなくなるので、このタイミングでビスを打っていきます。この合板と合板が突き合わさった部分は少しだけ隙間を空けます。 1mm か 2mm ぐらいですね。完全に突き合わさっていると床なりの原因になります。
つも僕が言ってる端材マーケットですね、そこにフローリングを調達しに行きます。でこちらが端材マーケットになります。今日はねフローリングちょっと長物なんでいつもあるとは限らないんですけども、もしあったらラッキーみたいな感じでちょっとね奥の棚の方見に行ってきます。フローリングってこれ全部？はい、これもう全部フローリングになってます。あ、そうなんや。ドーンとフローリングです。15。長さは1920あります。1920。一つ部分3.2平米分ぐらい。3.2平米。で、これね税抜きで5000円です。5000円？5000円です。めちゃくちゃ安い。そう。今回ね、ここまでもらって帰ります。ありがとうございます。ありがとうございます。何をです。それではフローリングの方貼っていくんですけども、ここが玄関なので、ここの端からこういう風にね奥に向かって貼っていきます。1枚目はここのおざねを落とします。それでは千鳥針をしていくので、短いサイズのものを次は入れます。今まで知らなかったんですけど、この前友達の宮大工に聞いて初めて知ったんですけど、木材の時ねこの隙間を開けてたんですね、この付け合わせのところとかでも。その宮大工が言うには、木はねこういう風には膨らまないそうなんですよ。どちらかというともう痩せていく一方なんだということで、とにかく出来上がりはもうガチガチに詰めて貼っておくと。で年数が経つと痩せていって隙間が空くもんなんだと。先に隙間を空けてしまうともっと空いてしまうということで、とにかくガチガチに詰めるっていうのが正解だそうです。であとね、木材にボンドは使わないっていうねことも言われてました。今回ねその方法でやってみます。こういう感じにもうガチガチに詰めて貼るということだそうです。でボンドを使わない代わりにこのタッカを相当打つそうです。
一番端っこのフローリングはこの幅を測ってこれを縦に切っていきます。最後の1枚は斜めに切ります。はい、ようやく完成しました。いや結構長くかかってしまったんですけど綺麗に貼れてよかったです。で今回ねその宮大工に聞いてガチガチに詰めるんやというので、ガチガチに詰めてでピンタッカ多めで留めてみました。でウレタンボンドなしで、どうなるかねちょっと経過も見てみないとわからないんですけど、こうボコボコいうところもなく、たまにねキーって言ってますけどね、でもあんま気にならんかなっていう程度です。こんな感じこんな感じかな。床組みからねやってちょっと不安な部分もあったんですけど上手にできてよかったです。それではね次はですね壁面収納やっていきますので次もぜひぜひご視聴してください。